どうも、きみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は毎月恒例の買ってよかったものを紹介してみようと思います。12月に買ってよかったものですね。今年もね、いろいろ買いましたが、この12月は最後の最後にね、ここ数年で最も買ってよかったものっていうのをね、満を持して購入していたりもしますので、そちらも合わせて紹介してみたいと思います。小物から超大物までいろいろ買いましたので、12月の買ってよかったものを早速紹介していきましょう。まず最初はこちら。キメのロングシューホーンです。こちらはかがまずに靴が履ける靴べらです。先月の買ってよかったものを紹介した動画で、皆さんの買ってよかったものも教えてくださいとお尋ねしたところ、視聴者さんからかがまないで使える長い靴べら便利ですよと教えていただきまして、確かに毎日使う靴べらはかがまないで使えたら楽だなと思っていろいろ探しまして、こちらを購入しました。こちらは北海道発の旭川のキメというブランドのもので、デザイナーの小林幹也さんがデザインしたスタイリッシュなロング靴べらです。色はウォールナットを選びました。もうほんとね、デザインがとても美しいですよね、このように。で、こちらが台座ですけども、台座にはこのように溝が掘られていて、ここにこの靴べらを差し込んで立てておくと。靴を履くときにここからこう抜いて、それで靴を履いたらここに収めると。こういった作りになっていて、すごいね、シンプルでミニマルな作りなんですけども、玄関のインテリアをね、邪魔しない形というか、むしろね、静かにちゃんと存在感もある。そういったね、靴べらと靴べらの台座ですね。これを使うことで靴を履く時にもかがむことなくシームレスな動きで靴が履けるのでね、大変助かっています。最近はね、こういった毎日の繰り返される作業、動作っていうのを効率的にしていくことが楽しくて、これはね、まさにそういったアイテムなんじゃないかなと思って選ばせていただきました。教えてくださった方ありがとうございます。こんな感じで視聴者さんの買ってよかったものっていうのもね、いつも参考にさせていただいていますので、皆様の今年1年で買ってよかったもの一つでもいいので、何かね、ありましたらコメントで教えていただけたら嬉しいです。僕も参考にさせていただきますし、他の視聴者さんがね、そちらのコメントをご覧になって購入の参考にしていただいたりするっていうのもね、ハッピーをシェアするってことでね、いいんじゃないかなと思います。なのでね、ぜひコメントの方もお寄せください。そういったわけで2021年12月の買ってよかったもの一つ目はこちら、キメのロングシューホーンでした。はい、買ってよかったもの2つ目はこちら、レックの激落ちお掃除スリッパです。こちら見た感じで普通のスリッパに見えるんですけど、これ実はですね、裏側が全部丸々とモップになっています。モップがついたスリッパです。で、これも毎日の作業を楽にするアイテムで、例えば台所で洗い物をしていて足元に泡とか水とかが飛び跳ねるとき、飛び散るときがあるじゃないですか。いちいちキッチンペーパーで拭き取るとかっていうのもね、面倒だなと思って、今までは部屋履きのスリッパの裏でね、擦ってしまったりとか、スリッパを履いていなかったら靴下でね、拭いちゃったりとか、そういうね、ちょっと行儀の悪いこともしていたんですけども、そのついつい足の裏で拭いてしまうズボラ行為を正当化してくれるのがこちらのモップスリッパです。スリッパとしての履き心地もいいですし、この裏面のマイクロファイバーモップの極細繊維のおかげで泡が飛んでもスッと拭き取れるので、キッチンスリッパはね、これを履いておけば間違いなしです。あとこちら丸洗いもできるので長く使えますね。サイズは僕はね L サイズを選びました。これちょっとね一回り小さくできてるのかな。 L サイズでも26センチとかなので、サイズ選びはねご注意ください。はい、買ってよかったもの2つ目はこちら、レックの激落ちお掃除スリッパでした。はい、買ってよかったもの続いてですけど、こちらはですね、買ってよかったものではあるんですけども、辞典として紹介したいと思います。5セカンズシャインの爪磨きです。はい、こちらは爪磨きで5セカンズシャイン5秒で輝くという商品名の通り、これで磨くと爪があっという間に綺麗にピカピカになります。この表面がすごい細かいヤスリになってるんですね。めちゃめちゃ細かい。触るとちょっとザラッとしてるんでわかるんですけど、とても細かいヤスリになっています。これちょっと爪磨いてみますけど、ちょっとこの薬指なんですけど、薬指ねちゃんと爪切ってますけど、このようにね、そんなにね表面ツルツルではないと思うんですが、これをねちょっと磨いてみます。1、2、3、4、5、こんな感じかな。はい。どうですか、ツルッツルになってません？
こんな感じでほんの5秒ぐらい磨いただけで爪がピカピカになります。僕は YouTube でこう手元を映すことが多いので、こうね、爪はちゃんと切るようにはしているんですけども、爪磨きもした方がいいかなと思ってこちらを使ってみたんですが、ご覧の通りね、あっという間にピカピカになります。ただ、これがですね、辞典にした理由っていうのは、ピカピカになりすぎるので、視聴者さんの目がこう爪に行きすぎる可能性もあるなと思って、それはそれでね、良くないなと思って、商品をね、紹介しているので、商品に目が行ってほしいのに、爪の方に目が行ってしまって、君まろさん爪って感じでね、こっちに注目がいってしまうと、ちょっとそれはそれで違うなと思ったので、効果がありすぎたので使うのをやめました。なのでこのようにね、効果はとてもすごいと思うけども、自分ではもう使わなそうなので、爪はピカピカにしたいという方にはね、おすすめします。ということで、こちらをね、辞典として紹介させていただきました。ほんとね、簡単にびっくりするぐらいピカピカになります。ちょっと他の爪もやってみようかな。ちょっとしっかりめにやってみましょうか。5秒でもさっきぐらいね、綺麗にピカピカとなるんですけども、ちょっとね、長めにしっかりめにやってみましょうか。はい、人差し指やりましたけどすごいですよね。ツルッツルピカピカですよね。こんな感じでクリアのマニキュアっていうんですかね、ネイルっていうんですかね、塗ったみたいな感じになってますよね。ツルッツルになります。はい、このようにね、爪をピカピカにしたい方にはおすすめします。ちょっと僕はね、効果がありすぎたので使うのは、ね、控えてます。はい、そういったわけで買ってよかったものの辞典はこちら、5 Seconds Shineでした。続いての買ってよかったものはこちら、ニモナの堀西と黒瀬のスパイスです。アウトドアスパイスの2本セットですね。キャンプとか好きな方だったらもうご存知なんじゃないかなと思うんですけど、お肉にも魚にも野菜にも合う旨味と香りのめちゃうまスパイスです。僕この堀西の方は結構前から使っていたんですけども、このね黒瀬のスパイス、こちらは今回初めて使ってみて、個人的にはこの堀西を超える美味しさでね、こっちドハマりしました。で、原材料はですね、こんな感じで見てわかりますかね。味の方は堀西はガーリックと塩コショウとハーブが際立った感じになっていて、黒瀬のスパイスは醤油の風味と香草が口の中に広がるといった感じです。家でステーキとかを焼くときはこちらの堀西を使って、で鶏肉とかささみとかを焼くときはこちらの黒瀬のスパイスを使っています。これね、どちらも本当美味しいのでおすすめです。特にね、旨味が凝縮されたこちらの黒瀬のスパイス、個人的にはこちらの方がお気に入りです。こちら単品でも購入できますし、僕のようにこうセットで購入することもできます。 Amazon とかで買えますので、こちらもね概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。こちらの堀西と黒瀬のスパイス合わせて12月の買ってよかったものとして紹介させていただきます。はい、買ってよかったもの、続いてはこちら Amazon Fire TV スティック 4K Max です。今までも Fire TV スティック 4K というものを使っていたんですけど、こちらのね MAX に買い替えました。 MAX になって何が変わったかというと、一言で言えば操作が快適になりました。 CPU とメモリの増強、さらにね Wi-Fi 6にも対応したことでレスポンスがかなり向上しています。アプリ起動も早くなりましたし、今までの Fire TV のようなもっさり感はほとんどなくて、リモコン操作がサクサクになりました。割とね、地味なバージョンアップにも見えるんですが、この Fire TV をテレビにつないで見る上で、快適にしてほしい部分ってね、そこぐらいなんですよね。なので、快適にしてほしいところをちゃんと快適にしてくれた、そういった感じです。あと、パッと見てすぐわかるのはここですね。ここに物理的なボタンが4つつきました。Netflix、Amazon プライムビデオ、DAZN、Amazon Musicのボタンです。この中で僕がよく使うのが Netflix と Amazon プライムビデオですけども、このワンボタンでね Netflix とかにアクセスできるのはね、かなり嬉しいです。特にね、僕は Netflix は最近一番見ているので、これはねありがたいですね。Netflix の最近見た中だと浅草キッドめちゃめちゃ良かったですね。でもこの Fire TV スティックのねリモコン一つだけ僕改善してほしいってねずっと思ってることがありまして、これです。こうやってテーブルにリモコンを置いてボタンを押そうとすると、こうね不安定なんですよね。割とリモコンをテーブルに置いたままボタンを押したい時とかもあるんですけども、底面がこういう風になってるので、テーブルに置いてしまうとねうまく押せないんですよね。こうボタンも増えましたので、次のアップデートでは底面をね平らにしていただけたら嬉しいです。 Amazon さんぜひよろしくお願いいたします。はい、でも今回は嬉しいアップデートとなりましたので、おおむねね満足しております。はい、そういったわけでこちら Amazon Fire TV Stick 4K Max が買ってよかったものの6つ目でした。はい、続いてラストですね。2021年12月の買ってよかったもの、最後はやっぱりこちらですね。ライカの M10R です。
はい、こちらのライカのデジタルカメラ M10R ですね。こちらこの前開封動画も公開しましたが、数年間憧れ続けていたライカのカメラをついに迎え入れました。ライカはカメラ好きな方なら誰もがね、聞いたことがあるであろうカメラだと思いますが、僕もね、このライカのカメラが映し出す他のカメラでは出せないような写りの美しさとか、ライカの独特の味というところですね。そういうのに惚れ込んで、いつかはね、手に入れたいと思っていましたが、こちらね、もうほんとびっくりするぐらい高級ですし、自分のね、身の丈には合わないと思ってずっとね、手にせずにここまで来ていました。ただやっぱりね、いつになっても欲しい気持ちは消えなかったので、満を持して購入に至りました。購入後ね、こちらを持ってお出かけしていろんなね、写真を撮って回ってますけど、本当にね、写りがいいです。まだちょっとしか使えてないですけどね、かなり満足しています。本当にこちらね、買ってよかったなと思ってます。こちらの写りのレビューとかはね、また詳しく後日やろうと思いますが、今回はね、今年を締めくくるにふさわしい本当に買ってよかったものとして、こちらライカ M10R を紹介させていただきました。こちらで撮影した写真は YouTube だったり Instagram に投稿してきますので、よろしければチャンネル登録、インスタのフォローなどよろしくお願いいたします。インスタはきみまろ0802というアカウントでやってます。よろしくお願いいたします。はい、2021年の買ってよかったものは以上です。この動画が年内最後の動画になりますね。視聴者の皆さん、本当にね、今年1年ありがとうございました。また来年も皆さんに楽しんでいただける動画をたくさん作っていきますので、どうぞね、よろしくお願いいたします。もしこの動画が良かったと思った方は、ぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。あと、ベルマークを押して動画更新の通知も受け取れるようにしておいていただけると嬉しいです。はい、本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。こたつさん、最後の最後まで寝っぱなしでしたね。